絶対ここで相手にファーストターン取らせたくないというシチュエーションというのは必ず試合中何回か出てくると思うんですね。例えばサードダウンでロングが残りましたよというと、相手は例えばレシーバーをいっぱい入れてきてショットガンでやりますよというようになった時に、当たり前なんですけどプロテクションをするんですね。クォーターバックを守るのはこの5人オフェンスラインプラス、ランニングバックが参加したり参加しなかったりするというのがあるんですけども、それに対して通常は3人だったり4人でパスラッシュをするというところに対して、さらに例えばラインバッカーですね、場合によっちゃセーフティーみたいな選手もラッシュさせて5人だったり6人でラッシュすることによってパスを投げる前に QB をタックルしてしまうっていう、パスの止め方ですね。もしくは後ろの人数を増やして今度はインターセプトをこういったことがあるんですよね。そうは言ってもいつもブリッツバックをかけるわけにいかないので、なんかうまくオフェンスラインのですねブロックをかわすことができないかというところで一つ生まれたのがスタンスですね。パスプロテクション、この5人の選手たちがどうやってこの4人の選手たちをブロックしようというのは、こういうふうについたらこういった形でこの人たちをブロックしましょうっていうふうな、必ずどっかでルールができてくるはずなんですよ。ブロックする相手が決まった時に、じゃあこれクロスしたらどうですか。例えば自分がブロックする選手が内側に来て、この人内側当然見ますよ。その裏側来るとわーっつってなかなか追っかけられないと。だからこれスタンスっていうんですけど、ディフェンスラインの選手、もしくはラインバッカーも含めてクロスしたりとかですね、両サイドがこっち側に流れてこの選手が大きく回ってくるとかですね、もう見えないですね、こういう選手にとっちゃ。なんでいろんな形でディフェンスラインをクロスさせながらオフェンスラインのプロテクションを破るという作戦もあるんです。なんで単純にパスを止めるといったことでも、止め方にしてもそのチームの特徴、ブリッツなのかスタンスくるのか、それとも後ろのカバーを増やすのかみたいなことですね。こういうところを見るのが一つポイントかなというふうに思います。パスコースにオフェンスで出れる選手っていうのはどんなに多くても5人なんです。クォーターバックと一応出れるんですよ。投げる人なんで、そこから考えると5人なんですよね、パスコースに出れる人って。仮にディフェンスが6人ラッシュしてきたらもう絶対マンツーマンなんです。1対1だと必ず全員がいい選手とか難しいので、どっかでミスマッチが出てくるんですよ。このレシーバーとこのコーナーバックだったら、絶対こいつが勝つよなっていうんだったら、そこは狙う。これ1個の考え。あとは例えばランニングバックがいてこれ短いコースを走ったとした時に、もしこの外側の選手がブリッジしてきたらもうオートマチックにこの選手に投げるよというのっていう、これホットレシーバーなんですけど、この選手が入ってきたら誰もブロックしないからオートマチックに投げるよと知っておけば、入ってきたらすぐクォーターバック見るんですね。クォーターバックしかない。そうすると今度後ろにスペース、今度広いスペースがあったりするので、そしたらそこを今度短いパスでも取っていけると。マンツーマンになったところにミスマッチを狙うか、こういうホットレシーバーを狙うか、そういったことで、空いてるレシーバーを作って、なるべくブリッツがクォーターバックに届く前に早くパスを投げちゃうというのが基本的なブリッツに対しての仕事です。プロテクションを増やす場合は、これは一長一短あるんですけど、例えばこの選手ももう明らかに入ってきますよねと、こんな1戦目って分かってきたら、本当だったらこの人パスコースに出る予定だったんだけど、ちょっと1枚多く入ってくるから、あなた残って6人でプロテクションしてください。ただ、難しいのはこの5人の選手っていうのはブロックする専門じゃないですか。例えばたまにこういう人タイトエンドなんかをプロテクションにしたり残したりすることもあるんですけど、タイトエンドもランニングバックもどちらかというとボール持ってプレーすることの本職だったりするんですよ。この人たちほどプロテクションがうまくないんですよ。こういう、スピードもあって獰猛の選手が入ってきた時に、果たしてきれいにプロテクションブロックできればいいんですけど、そうじゃないとただプロテクションにしただけ無駄になっちゃうので、だったらこの人を早めにパスコースに出して早めにパスを通すというのが先のホットレシーバーの考え方で、この人めっちゃものすごくプロテクションうまいからブロックさせるっていうのは、プロテクションを増やすという考え方です。なのでどういう選手を持ってるかによって、そのアジャストの仕方